東広島市の美味しい魅力を紹介。じゃん酒蔵の町ならではのグルメなお店が登場します。隠れ家のような古民家カフェでいただく絶品スイーツにこだわりランチ。なんかいい匂いしませんかね、ここだね。美味しさの秘密は水。日本酒の仕込み水を使ったパンです。日本庭園の美しいイタリアンレストラン、自家製ピザもこれまた絶品。広島県のほぼ中央に位置する東広島市。1650年頃から日本酒造りが始まり、現在も市内には日本酒メーカーが10社あります。中心部西条にはそのうち7つの酒蔵が並び、日本三大酒どころと言われています。2017年12月には西条の酒造施設群が日本の20世紀遺産20選の一つに選ばれました。酒蔵の町は観光名所として日本国内はもちろん海外の旅行客からも人気です。酒の都首都西条を食べ歩くのはこちらのお二人。倉本康子さん、お酒や食べ歩きが大好きなモデル兼インテリアコーディネーター。カティ・キャットさん、ドイツ人で日本が大好きな YouTuber です。2人は美味しいお店を探して歩きます。カフェトレカーサ。トレカーサトレカーサ。なんか美味しい予感がしますね。あ、おいい路地だ。すごい、もうなんかいい感じ。いい予感。いい予感。なんか見つけたり。ここだ、ここだ。トレカーサ。トレカーサすごい、こんな古民家な。いい雰囲気。こんにちは。すごい素敵なカフェですね。結構明るいし。すごい素敵な。また家具がおしゃれですね。なんかインテリアもすごく素敵ですよね。そうですね。普通の民家だったんですけど、住居用だったんですけど、そこをこう思い切って全改装して。この酒蔵通りからこう細い路地をこう入ってきて、はい、この古民家カフェを見つけるとすごいテンションが上がりますよね。オーナーの三宅さんは岐阜県出身。いつかはカフェを開きたいと思っていた時に東広島で奥様に出会い、この古民家を見つけて脱サラ、カフェをオープンしました。自慢はこのシフォンケーキ、ワンホール丸ごと出てきます。じゃらん、インスタ映え。いや、いいね。結構でも高さがあって大きい。これ一人分ですか？一人でも全然あっさりしてるので食べれちゃいます。美味しい。これは一本丸ごと食べれます。食べます、最初の辺はもう食べれるかなと思ったんですけど。続いては人気のランチメニューをご紹介しましょう。豚と彩り野菜のせいろ蒸し膳です。彩り豊かな野菜が並び、見て楽しめるランチでもあります。西条っぽい感じのものっていうと、どれが西条っぽさになるんですかね。そちら2種類のタレがあるんですけども、はい、そこに甘酒をも入れてまして、この白い部分が甘酒かな。白い部分ですね。ごまだれとポン酢の方と両方甘酒が入ってます。いただきます。やっぱり甘酒の入ることによってコクが、甘さもさらに増すし、美味しい。あとはそちらの茶碗蒸しがあるんですけど、こちらの、はい、その器がチョコ。おチョコだ、本当だ。は一口サイズの、滑らか、美味しい。古民家を改装したカフェ、落ち着いた空間で思い思いの時間を楽しんでください。酒蔵の町には日本酒造りに使われる仕込み水があちこちに湧き出ています。なんかいい匂いしませんか？ね、パン屋さん。
酒蔵の街に溶け込む外観ココロンです。パンがいっぱい並んでありますね。ねなんか今まで見たことないパンが多いですよ。心をくすぐる美味しそうなパンの数々、どんな秘密があるのでしょうか。あえて聞きますと、パンの特徴とかって何かあるんですか？すべてのパンに酒蔵の仕込み水を使わせていただいています。仕込み水を、はい、毎日汲みに行って、はいまさに西条のパンです最初のね。パンですね。数あるパンの中から倉本さんがセレクトしたのは甘酒のフレンチトーストです。甘みがいいですね。優しい甘さ。甘酒の、甘酒ですごいコクが出るんですかね。甘みもすごい柔らかいし、やっぱり全然違いますね。カティさんが選んだのはベリーベリー。見た目が可愛いですね。味が合いますね。やっぱそのベリーの酸っぱさがカスタードクリームにキャッチされて愛情がいいですね。福井県出身の林さん、学生時代西条のパン屋さんでアルバイトをしていて、いつかはパン屋さんを開きたいと夢を描いていたそう。2年前にその夢を叶え、学生時代を過ごした西条に奥さんとパン屋さんを開きました。西条の美味しい水と町への思いが詰まったパン、ぜひ訪ねてみてください。赤レンガの煙突と白壁、風情ある通りを歩くのも酒の都西条ならではです。なんかレストランっぽい。なんかイタリアンの旗がありますね。ピッツァリアアスペット。あーすごい、なんか普通に一般家庭のような感じも素敵じゃないですか。日本の家の中にイタリアのピッツァリア。こんにちは、お邪魔します。あーすごい。この和の庭、ザ・なんか日本面白い庭園みたいな、このお庭がいい感じ。素敵、本当に。こちらイタリアンレストランだとは思うんですけど、もともとはどういうところだったんですか？本当は古民家になります。お庭の景色もですね、季節によってああ、いいですね。違うんだ変わってきね。ますので、きっとそれ色もまたも。お楽しみいただけるかなと。ピッツェリアアスペッタ、日本庭園を眺めながら本格的なピザを楽しめます。生地がもっちりしてるからすごい美味しい。チーズが濃厚で嬉しい。日本庭園とピザ、絶妙な組み合わせをゆっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。脈々と受け継がれてきた酒造りの伝統を感じながらの食べ歩き、続いてはここですかね。ここだね、さっそ訪ねたのは汁なし麺の店さっそう。今注目されているお店。何がおすすめなんですか？そうですね、うちは鶏そば、油そば、汁なし担々麺3種類なんですけども、はいどれも個性があって全部おすすめです。全部汁なし麺。はい、うちは汁なし麺専門店なので。自慢の汁なし麺を作り上げていくオーナー、そのこだわりは地元食。タレは地元の醤油蔵の醤油がベース。麺はこれまた地元で愛される製麺所の麺です。彩りを添える野菜もその多くが地元産。さっそう自慢の汁なし麺の一つ、広島汁なし担々麺の出来上がりです。しっかり混ぜてお召し上がりください。あ、混ぜるのがポイントですか？そうですね。うわ、すっごいいい香りする。いただきます。濃厚、うまい。汁なし担々麺混ぜ始めた時の香りの立ち上がり方がすごかったですもんね。美味しい。手作りにこだわった汁なし麺。店内の壁にはこれまた手のぬくもり。チョークを使い西条の街を描いています。まだまだ美味しい街歩き、続きましては
日本の20世紀遺産。訪ねたのは蔵所樽。日本の20世紀遺産、気になりますね。この日開かれていたのは西条酒蔵通りの周辺の酒蔵が連なる一帯が西条の酒造施設群として日本の20世紀遺産に選定されたことを祝うパーティーです。西条に伝わる酒造り歌、誇りを持って酒造りを続けてきた職人たちに受け継がれてきた歌です。カティちゃんどうだった？西条2日間。西条でいろいろ歩いてて、人が優しいし、もう味噌が美味しいし、食べ物も美味しいしで、みんながやっぱりつながってるような気がしてて、本当に来てよかったなと思いました。わあ、よかった本当に。酒蔵通りをこう歩いて、徒歩圏内でその7つの酒蔵をこう巡ることができるところっていうのはなかなかない確かにことだから、だからこそそういうふうに日本の20世紀遺産として認定されたわけだから、やっぱり外国人の皆様にもすごい自慢できる街だと思うし、美しいなと思った2日間だったな。酒蔵の町西条で見つけた美味しいお店、皆さんもぜひ東広島市を訪ねてご自身の目で舌で確かめてみてはいかがでしょうか。